こんにちは、ミルです。今日は夜寝る前から朝起きるところまでのいろんな言葉を集めてお話ししたいと思います。日常生活を日本語で。はい。まず皆さん、次の日の朝ね、起きる時間に合わせて目覚ましをかけると思うんですが、目覚ましをかけると言ったり、目覚ましをセットするとか、あとはアラームをセットするという言葉も使います。で、皆さんは目覚ましは1回だけ合わせますか？例えば、7時半に起きる。ね、7時半に起きたいっていう時に、7時半に目覚ましをかけますか？それとも、7時半に起きるんだけど、7時、7時10分、7時20分、7時30分みたいな感じで何回も合わせますか？これね、気持ちいいんですよね。私はね、目覚ましをかけて、で、ベッドからね、遠いところに目覚ましを置いているので、目覚ましになったら歩いて行って止める。だからね、もう1回で起きれるようにしていて、なので1回しか合わせてないんですが、そのね、これ2度寝3度寝って言うんですけど、例えば7時半に起きる。だけど、7時にまず合わせておいて、で、7時になって目覚ましを止めて、もう一回寝る。これね、二度寝と言います。で、7時10分にまた目覚ましが鳴って、もう一回止めて、あと10分寝る。これね、3度寝ですね。2度寝、3度寝、4度寝、5度寝ってずっとね、使えるんですけど、そのために、2度寝、3度寝をするために、ちょっとね、早くから目覚ましをかけておくっていう人も多いと思うんですが、皆さんはどうでしょうか？で、その後、目覚ましをかけて、その後寝ると思うんですが、寝る前、布団に入ります。これもね、ちょっと細かくお話をしたいんですが、お布団とベッドとありますよね。ベッドだったら、まず、マットレスです。マットレスの上に、ベッドパッドとかね、敷きパッドと呼ばれるちょっと薄いものを敷いて、その上にシーツを敷きますね。で、そのシーツの上に横になってゴロンとね、布団をかけて寝るわけなんですが、その布団をかけると今言いましたが、体に布団をかけるから、この布団をね、掛け布団と言うんですよ。なので、シーツにね、横になって掛け布団をかけて寝るっていうことですね。で、ベッドではなくて、日本の布団だったら、例えばね、旅館とか行くと、畳のお部屋にね、畳の上にそのまま布団を敷いて寝るっていうスタイルだと思うんですが、日本の布団だったら、マットレスではなくて、布団です。で、敷く布団なので、敷布団と言います。畳の上に敷布団を敷いて、その上にシーツを敷いて、そして人間がね、ゴロンと横になって掛け布団をかけて寝ると、こういう感じになります。で、今度は寝てから、横になってから眠るまでですね。皆さんはどうですか？すぐ眠れますか？すぐ眠れる人をね、寝つきがいいと言います。すぐ眠れないことを寝つきが悪いと言います。例えば、ストレスが溜まりすぎていて、寝つきが悪いとかね。もうたくさん動いていっぱい運動していっぱい遊んで疲れてすぐ寝ちゃった。今日は寝つきが良かったなとかね。そんな感じで、寝つきがいい、寝つきが悪いって使います。で、眠っている間なんですが、寝相はどうでしょうか？寝相がいい、寝相が悪いって言うんですが、よく動きますかっていうことですね。眠っている間によく動く。これはね、寝相が悪いと言います。あんまりね、動かない人はね、寝相がいいと言うんですが、私はね、寝相は本当に良くないですね。はい。子供の頃は特に悪くて、朝起きたら枕の方に足があったり、斜めになっていたり、布団の外に出ていたこともね、よくありました。はい。それから、眠っている間にね、布団を剥いでしまいます。
布団を剥ぐというんですが、さっき言ったね、掛け布団。布団をかけて眠っているわけですが、眠っている間に、その掛け布団をね、手でポーイってどっかやってしまったり、足でポーンと蹴ってしまったり、これをね、布団を剥ぐと言います。で、布団を剥いだままにしてしまうと、寝冷えするんですね。寝冷えというのは、寝ている間に体が冷えてしまうことです。冷えてお腹を壊したり、お腹を壊すというのは下痢ですね。あとは風邪をひいたりしてしまうことです。寝冷えすると言います。それからね、眠っている間に寝言を言う。これね、私ひどいんですよ。ひどいんですよというかひどいらしいんですよ。自分ではわからないんですけど、眠っている間に喋るんですね。そう、私ね、本当にうるさいみたいで、昔会社の研修で同僚と同じ部屋に、1週間ね、泊まったことがあるんですよ。で、そしたら、初日はね、その同僚が、わ、みるちゃん本当に寝言言ってるわって言ったんですよ。で、ごめん、大丈夫って言ったら、うん、いいよ、いいよ、大丈夫、大丈夫。多分ね、さすがに毎日続くとは思わなかったんでしょうね。あ、大丈夫、大丈夫、なんて言って。で、それがね、私やっぱね、毎日喋っちゃったらしくて、もうね、4日目ぐらいからその同僚がね、みるちゃん、ダメだわって言いました、私に。本当に私眠れないわって言われてしまって、でもね、私もどうすることもできなくて、結局その同僚はね、ほとんど眠れない1週間を過ごしたっていうね、申し訳なかったなと思うんですが、そう、寝言をよく言うそうです。はい、寝言を言わないって言います。あとは、いびきですね。これはいびきをかくというんですが、こういうのね、っていうやつですね。はい。あとは、夢ね。寝ている間に夢を見ますよね。楽しい夢とか、怖い夢とか、いろんな夢を見るんですが、不思議なのは、この、痛いとか、触っている感覚ってないですよね。どうですか？この間、虎に噛まれる夢を見たんです。虎が私の首をね、噛みつくという夢を見て、で、まだ噛みついてないんですよ。でも首のところにもう口を開けてね、歯を当てているところで、よし、今から噛みつくぞ、もう食べるぞっていう感じの場面で、で、私はその触られてる感覚はなかったんですけど、うわー、噛まれる虎のね、強そうな牙でね、ああ、どうしよう、首に刺さるっていう恐怖だけはものすごく感じたんですが、そのね、なんかこう触られている、触れられている感覚というのがなくてね、すごい不思議だなって思ったんですけど、そう、夢ね。悪い夢はね、悪夢を見るなんて言うんですが、不思議ですね。はい。で、起きるわけですが、はい。皆さんは寝起きはいいですか？それとも寝起きは良くない、寝起き悪いですか？さっきね、寝つきがいい、寝つきが悪いという言葉を紹介したんですが、その反対、パッて起きれる人はね、寝起きがいいと言います。でもね、もうなかなか起きれない、布団から出られない、すごい不機嫌とかね、そういう人は寝起きが良くない、寝起きが悪いと言ったりします。はい。あとは1日何時間ぐらい寝ますか？私はね、最低8時間は必要です。はい。たまにね、私3時間で大丈夫とか、5時間で大丈夫なんていう人がいるんですが、そういう人たちはショートスリーパーって呼ばれたりしますね。はい。それから朝型人間、夜型人間なんていう言葉もあります。朝が強い人、朝早く起きて活動を始めて、夜はね、早く寝る人を朝型人間。その反対はね、夜型人間なんて言います。あとね、母に昔言われてすごく覚えている言葉が、寝だめと食いだめはできないのよっていう言葉です。寝だめをするっていうんですが、
睡眠をね、貯めるということです。今日いっぱい寝たから、明日はちょっとでもいいやっていうね、そういうことはできないよということです。食いだめもそうね。いっぱい食べたから、明日は食べなくていいやっていうのはできませんね。明日は明日でまたお腹が空きます。はい。なので、寝だめと食いだめはできないよっていう言葉ね。はい。それから、寝不足。これ辛いですね。私はさっき8時間ぐらい必要だと言ったんですが、例えば私がね、8時間必要なのに5時間ぐらいしか眠れなかったとか、夜中目が覚めて、その後眠れなくなってしまったとかね。そうすると寝不足になります。はい。寝不足といえば夜更かし、徹夜という言葉もあります。夜更かしというのは夜遅くまで寝ないことです。夜遅くまで起きていることですね。これ夜更かしをすると言います。あとはね、徹夜をするというんですが、これはね、夜寝ないことです。朝になってから寝たり、次の日の夜まで寝ない。これをね、徹夜と言います。で、今日貫徹だとかね、昨日貫徹だったっていうのもあります。この貫徹というのは、完全に徹夜。完全に徹夜だったっていう時ですね。ああ、もう今日はね、忙しいから、完全に徹夜だわ。ね、完結だわ。とか、昨日忙しくてね、寝れなかった。完結だった。とかね、そういうふうに使ったりします。はい。最後に、寝る子は育つという言葉があります。皆さんの国ではどうですか？子供はね、たくさん寝るんだよと、寝る子は育つんだよなんて言いますが、そう、それぐらいね、眠ることっていうのは大切ですね。なので、皆さんもあまり夜更かしをせず、ゆっくり体を休めましょう。ということで、今日はお休みの前からおはようまでたくさん言葉を集めてお話ししました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日は夜寝る前から朝起きるところまでのいろんな言葉を集めてお話ししたいと思います。日常生活を日本語で。はい。まず皆さん、次の日の朝ね、起きる時間に合わせて目覚ましをかけると思うんですが、そう、目覚ましをかけると言ったり、目覚ましをセットするとか、あとはアラームをセットするという言葉も使います。で、皆さんは目覚ましは1回だけ合わせますか？例えば、7時半に起きる。ね、7時半に起きたいっていう時に、7時半に目覚ましをかけますか？それとも、7時半に起きるんだけど、7時、7時10分、7時20分、7時30分みたいな感じで何回も合わせますか？これね、気持ちいいんですよね。私はね、目覚ましをかけて、で、ベッドからね、遠いところに目覚ましを置いているので、こう目覚ましになったら歩いて行って止める。だからね、もう1回で起きれるようにしていて、なので1回しか合わせてないんですが、そのね、これ2度寝3度寝って言うんですけど、例えば7時半に起きる。だけど、7時にまず合わせておいて、で、7時になって目覚ましを止めて、もう1回寝る。これね、2度寝と言います。で、7時10分にまた目覚ましが鳴って、もう1回止めて、あと10分寝る。これね、3度寝ですね。2度寝、3度寝、4度寝、5度寝ってずっとね、使えるんですけど、そのために、2度寝、3度寝をするために、ちょっとね、早くから目覚ましをかけておくっていう人も多いと思うんですが、皆さんはどうでしょうか？で、その後、目覚ましをかけて、その後寝ると思うんですが、寝る前、布団に入ります。これもね、ちょっと細かくお話をしたいんですが、お布団とベッドとありますよね。ベッドだったら、まず、マットレスです。マットレスの上に、ベッドパッドとかね、敷きパッドと呼ばれるちょっと薄いものを敷いて、
その上にシーツを敷きますね。で、そのシーツの上に横になってゴロンとね、布団をかけて寝るわけなんですが、その布団をかけると今言いましたが、体に布団をかけるから、この布団をね、掛け布団と言うんですよ。なので、シーツにね、横になって掛け布団をかけて寝るっていうことですね。で、ベッドではなくて、日本の布団だったら、例えばね、旅館とか行くと、畳のお部屋にね、畳の上にそのまま布団を敷いて寝るっていうスタイルだと思うんですが、日本の布団だったら、マットレスではなくて、布団です。で、敷く布団なので、敷布団と言います。畳の上に敷布団を敷いて、その上にシーツを敷いて、そして人間がね、ゴロンと横になって掛け布団をかけて寝ると、こういう感じになります。で、今度は寝てから、横になってから眠るまでですね。皆さんはどうですか？すぐ眠れますか？すぐ眠れる人をね、寝つきがいいと言います。すぐ眠れないことを寝つきが悪いと言います。例えば、ストレスが溜まりすぎていて、寝つきが悪いとかね。もうたくさん動いていっぱい運動していっぱい遊んで疲れてすぐ寝ちゃった。今日は寝つきが良かったなとかね。そんな感じで、寝つきがいい、寝つきが悪いって使います。で、眠っている間なんですが、寝相はどうでしょうか？寝相がいい、寝相が悪いって言うんですが、よく動きますかっていうことですね。眠っている間によく動く。これはね、寝相が悪いと言います。あんまりね、動かない人はね、寝相がいいと言うんですが、私はね、寝相は本当に良くないですね。はい。子供の頃は特に悪くて、朝起きたら枕の方に足があったり、こうね、斜めになっていたり、布団の外に出ていたこともね、よくありました。はい。それから、眠っている間にね、布団を剥いでしまいます。布団を剥ぐというんですが、さっき言ったね、掛け布団。布団をかけて眠っているわけですが、眠っている間に、その掛け布団をね、手でポーイって、どっかやってしまったり、足でポーンと蹴ってしまったり、これをね、布団を剥ぐと言います。で、布団を剥いだままにしてしまうと、寝冷えするんですね。寝冷えというのは、寝ている間に体が冷えてしまうことです。冷えてお腹を壊したり、お腹を壊すというのは下痢ですね。あとは風邪をひいたりしてしまうことです。寝冷えすると言います。それからね、眠っている間に寝言を言う。これね、私ひどいんですよ。ひどいんですよというかひどいらしいんですよ。自分ではわからないんですけど、眠っている間に喋るんですね。そう、私ね、本当にうるさいみたいで、昔会社の研修で同僚と同じ部屋に、1週間ね、泊まったことがあるんですよ。で、そしたら、初日はね、その同僚が、わ、みるちゃん本当に寝言言ってるわって言ったんですよ。で、ごめん、大丈夫って言ったら、うん、いいよ、いいよ、大丈夫、大丈夫。多分ね、さすがに毎日続くとは思わなかったんでしょうね。あ、大丈夫、大丈夫、なんて言って。で、それがね、私やっぱね、毎日喋っちゃったらしくて、もうね、4日目ぐらいからその同僚がね、みるちゃん、ダメだわって言いました、私に。本当に私眠れないわって言われてしまって、でもね、私もどうすることもできなくて、結局その同僚はね、ほとんど眠れない1週間を過ごしたっていうね、申し訳なかったなと思うんですが、そう、寝言をよく言うそうです。はい、寝言を言わないって言います。あとは、いびきですね。これはいびきをかくというんですが、こういうのね、っていうやつですね。はい。あとは、夢ね。寝ている間に夢を見ますよね。楽しい夢とか、怖い夢とか、いろんな夢を見るんですが、不思議なのは、この
痛いとか、触っている感覚ってないですよね。どうですか？この間、虎に噛まれる夢を見たんです。虎が私の首をね、噛みつくという夢を見て、で、まだ噛みついてないんですよ。でも首のところにもう口を開けてね、歯を当てているところで、よし、今から噛みつくぞ、もう食べるぞっていう感じの場面で、私はその触られてる感覚はなかったんですけど、うわー、噛まれる虎のね、強そうな牙でね、ああ、どうしよう、首に刺さるっていう恐怖だけはものすごく感じたんですが、そのね、なんかこう触られている、触れられている感覚というのがなくてね、すごい不思議だなって思ったんですけど、そう、夢ね。悪い夢はね、悪夢を見るなんて言うんですが、不思議ですね。はい。で、起きるわけですが、はい。皆さんは寝起きはいいですか？それとも寝起きは良くない、寝起き悪いですか？さっきね、寝つきがいい、寝つきが悪いという言葉を紹介したんですが、その反対、パッて起きれる人はね、寝起きがいいと言います。でもね、もうなかなか起きれない、布団から出られない、すごい不機嫌とかね、そういう人は寝起きが良くない、寝起きが悪いと言ったりします。はい。あとは1日何時間ぐらい寝ますか？私はね、最低8時間は必要です。はい。たまにね、私3時間で大丈夫とか、5時間で大丈夫なんていう人がいるんですが、そういう人たちはショートスリーパーって呼ばれたりしますね。はい。それから朝型人間、夜型人間なんていう言葉もあります。朝が強い人、朝早く起きて活動を始めて、夜はね、早く寝る人を朝型人間。その反対はね、夜型人間なんて言います。あとね、母に昔言われてすごく覚えている言葉が、寝だめと食いだめはできないのよっていう言葉です。寝だめをするっていうんですが、睡眠をね、貯めるということです。今日いっぱい寝たから、明日はちょっとでもいいやっていうね、そういうことはできないよということです。食いだめもそうね。いっぱい食べたから、明日は食べなくていいやっていうのはできませんね。明日は明日でまたお腹が空きます。はい。なので、寝だめと食いだめはできないよっていう言葉ね。はい。それから寝不足。これ辛いですね。私はさっき8時間ぐらい必要だと言ったんですが、例えば私がね、8時間必要なのに5時間ぐらいしか眠れなかったとか、夜中目が覚めて、その後眠れなくなってしまったとかね。そうすると寝不足になります。はい。寝不足といえば夜更かし、徹夜という言葉もあります。夜更かしというのは、夜遅くまで寝ないことです。夜遅くまで起きていることですね。これ夜更かしをすると言います。あとはね、徹夜をするというんですが、これはね、夜寝ないことです。朝になってから寝たり、次の日の夜まで寝ない。これをね、徹夜と言います。で、今日貫徹だとかね、昨日貫徹だったっていうのもあります。この貫徹というのは、完全に徹夜。完全に徹夜だったっていう時ですね。ああ、もう今日はね、忙しいから、完全に徹夜だわ。ね、完結だわ。とか、昨日忙しくてね、寝れなかった。完結だった。とかね、そういうふうに使ったりします。はい。最後に、寝る子は育つという言葉があります。皆さんの国ではどうですか？子供はね、たくさん寝るんだよと、寝る子は育つんだよなんて言いますが、そう、それぐらいね、眠ることっていうのは大切ですね。なので、皆さんもあまり夜更かしをせず、ゆっくり体を休めましょう。ということで、今日はお休みの前からおはようまでたくさん言葉を集めてお話ししました。じゃあ、バイバイ。